皆さんこんにちは、藤森哲也です。俺の急戦櫓第2回は米長流急戦櫓速攻型その1を解説します。それでは大盤を使って解説していきましょう。今ですね、5二金と上がった局面なんですけれども、ここで6四歩が急戦櫓の第一歩だと、前回解説したんですけれども、それから7七銀と上がりまして5二金と後手が上がった局面ですね。ここから解説していきたいと思います。3六歩、7三桂、7九角、8五歩。ここから先手にもいろんな指し方があるんですけれども、2六歩、2五歩と飛車先を伸ばしていく指し方と、3七銀と上がる指し方があります。矢倉をよく指している人であれば、この3七銀っていうのはすごい自然に指せる一手で、なんとなく上がっちゃうこともあると思いますし、すごいやりやすい一手ですよね。この3七銀を今回解説していきたいと思います。ここから、もう早速仕掛けていきます。6五歩、同歩。急戦櫓を指す時の心構えとして、勢いよく攻めるのが大事です。なのでですね、攻めていいか守っていいか迷う局面がいろいろ将棋の中であると思うんですけれども、そしたらもうできるだけ、攻めるように心がけてください。今6五歩と突き捨てた局面なんですけれども、8六歩と飛車先の方も突き捨てます。これを同銀で取ると9九角成と香車が取れるので、先手は同歩とするしかないですけれども、そうしておいてから6五桂と跳ねます。先手は6六銀と上がって6四歩と桂取りを支えます。先手はここで2通りの指し方があります。一つは4六銀とこの銀を中央に使って手厚く指す指し方。もう一つはですね、後手の飛車がこの8筋にいて、攻めようとしているので飛車を走らせないぞという意味で6八角と上がって、8六飛車を防ぐ指し方とあるので、一つずつ解説していきたいと思います。まずは4六銀と上がる指し方です。すぐに飛車を走りたくなってしまう気持ちもわかるんですけれども、歩をどんどんね突き捨てていくのが急戦櫓のコツですね。7五歩と突きます。これも同銀と取りますと、9九角成と香車を取られてしまうので、先手は同歩と応じるんですけれども、もうこの同歩の瞬間ですね、もう後手が優勢から、もうあわよくば勝ちに近づく、そんなもう何気ない局面なんですけれども、そういう局面ですね。ここでいきなり行きます。6六角とまず角を切ってしまうんですね。先手は同じく金と取るんですけれども、8六飛車と飛車が走りまして、これがですね部分的に十字飛車という形です。桂馬と金取りの両取りで、それを両方受けるには8八角と角を上がるよりないんですけれども、ここでこの一歩千金ですね、7七歩と叩きまして、これが激痛なんですね。この両方の金の両取りになってまして、同桂には6六飛車と金が取れるので後手大成功の形です。こういう十字飛車を狙っていくのが急戦櫓のコツというか攻め筋ですね。今この局面で4六銀を解説していったんですけれども、十字飛車が決まってしまったということで、先手は6八角と今度は飛車先を守ります。それに対しても7五歩と突くのが、筋ですね。はい、で同じく歩に、これでねどうやって攻めていくのかと皆さん思うと思うんですけれども、
ここでも6六角とまず角を切ってしまいます。同金に今度は別の攻め筋の5七銀が生じました。これを同角とすると同桂成で、後手だけ桂馬が成れるので優勢になります。先手は6七金引と受けるんですけれども、6八銀成としまして、これを同金引きで取る手もあるんですけれども、3九角などがあって厳しいですね。先手は同じく飛車と飛車で取るんですけれども、さてここでどう攻めるか。迫力のある攻めが、必要となってきます。もう取った角をいきなり5七角と打っちゃうんですね。で取ったとしましょう。同じく金、同じく桂成で飛車を横に逃げるか、いろいろあると思うんですけれども、積極的に6四飛車と走ったとしましょう。それに対しては8六飛車と走って以下8七歩と受けるんですけれども、ここで飛車を逃げていては、攻めていたあまり甲斐がないですね。ここでいい手があります。6七歩と打つ一手ですね。これで次の6八金の詰めろがありますし、これを同金とすると飛車が成れるので、これで潰れになりますね。はい。なので、5七角の放り込みには同金とは取れないということで、先手は、飛車を逃げるしかないんですね。2八飛車ですと3九角成がありますので3八飛車と逃げるんですけれども、7五角成と角を成って次に5七桂成を狙います。先手は6六歩と受けるんですけれども、これでね桂馬が取られてしまいそうで、攻めがちょっと切れてしまったんじゃないかと思うんですけれども、ここで8六飛車と飛車が走りまして、まだねこれで8七歩と受けられて、さてこれでどうやって攻めるのかという局面に見えるんですけれども、6六飛車ともうダイナミックに攻めます。普通はこれは飛車と金の交換で先手が得なんですけれども、6六同金に同馬としまして、この局面が、後手が相当、優勢ですね。でもうほとんど勝ちに近いぐらいの局面だと思います。ちょっとね飛車を取られてしまって、嫌な例えば8一飛車とか嫌な手はあるんですけれども、5一銀左と受けといて、よくね矢倉でこういう形なんで、こういう形だとこの飛車がすごい厳しくて、この場合は先手が優勢なんですけれども、急戦矢倉はこうカニ囲いで、特に速攻型だと低いので5一銀左、あるいは7一歩と、こういう一手もあるんですね。でもこの場合ですね5一銀左としといて、7筋にどこかで7七歩と叩く攻めを残しておいた方がいいですね。ということで、この今6六飛車から同金同馬となった、この局面で急戦矢倉速攻型の攻めが見事に決まった、そういう局面ですね。いかがだったでしょうか。次回は米長流急戦矢倉速攻型その2を解説していきたいと思います。またこれからいろんな攻め筋があると思うので、楽しみにしていてください。